皆さん、こんにちは。オールジャンルオタクシンガーソングライターの高橋多門です。見ましたか？もう見たかな？見ましたよね。ゴジラマイナスワン。もう今、全米で大人気。全米で何ですか？なんか、こないだ先週かな？全米の映画、外国語映画、1位が君たちはどう生きるか？で、2位がゴジラマイナスワンみたいな、邦画みたいな状況が続いたらしいですよ。素晴らしい。全米で大ヒット中、ゴジラマイナスワン。僕もね、ゴジラマイナスワンの感想動画出してまして、まあ、おかげさまで2500回ぐらいかな。2500ぐらい ?2000 ぐらい。見ていただいてまして。ゴジラマイナスワン。海外でのね、大ヒットを受けて、これもしかしたら英語字幕つければ、もう一回再生数伸びるんじゃないかと思って、英語字幕をつけまして、頑張ってですね、英語字幕つけたんですけど、再生回数プラス8回でございました。まあ、往々にして世の中なんてね、そんなもんでございます。はい、ということで、ね、再利用しようと思ったんですけど、動画を。ちゃんとね、一から撮ろうかなと思ってます。ゴジラマイナスワン。マイナスワンのゴジラの魅力って、やっぱり僕は腰のひねりだと思うんですよ。こういう、っていう腰のひねりがいいですよね。僕、この間、東京コミコンでマイナスワンゴジラの大きい、巨大なね、壁画みたいな展示があったんで、その前で、僕が思うマイナスワンゴジラのポーズをガーってして写真撮ったんですけど、もう僕のフォルム、ほとんどマイナスワンなんですよ。なんか、ゴジラマイナスワンのゴジラって、見てたら、なんかちょっと、体格のいいさ、クラスに一人はこういうやついるよなっていう、体格のいいめなね、クラスメイトみたいな体格してるなって思って見てたんですよ。映画館でも、銀座のシーンで登場するとき。こういうやついるよな、みたいな感じで見てたんですけど、まさかね、それ自分だったとは思わなかったです。ということで、今日ご紹介するのは、マイナスワン、映画ゴジラマイナスワンより、SH モンスターアーツ、ゴジラ2023でございます。これ、この間発売したやつですね。比較用に下に以前買いましたシン・ゴジラのモンスターアーツ2016年版の、ザ・フォース・ナイト・コンバットバージョン、第4形態の夜間戦闘バージョンってやつですね。の箱をちょっと比較で置いたんですけど、なかなか、これがでかいから、あれなんですけどね。そのでかさ際立たないですけど、なかなかでかい箱でですね、びっくりしました。マイナスワン。いいですね。めちゃくちゃかっこいいよ。これ。で、裏返すと、覗き窓がね、G、マイナスワン。いいね、かっこいいね。という、こんな箱でございますが、もうね、僕は我慢できなくて、もうすでに開けております。今日はちょっとこれをね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思うんですけど、ちょっと尻尾が見えてますね。尻尾がちょっと、尻尾が見えてますよ。つって。俺何をやってるの？ゴジラ君出ておいで、つって。ちょっと照れてるのかないいから早く見せろって感じですね。はい。こちらでございます。マイナスワン。いや、どうですか皆さん。これね、僕は、ちょっと、度肝を抜かれましてね。これ良くないですかこの造形。やばいっすよ。これ実際に手に取って見てもらいたい。素晴らしいです。素晴らしいし、痛い。持ってると。ここが刺さって。この背びれ、歴代で一番尖ってる背びれがですね、刺さって痛い。これ、子供買えないよね。対象年齢15歳以上とかなんじゃないのかな。書いてるよね、多分ね。これ、対象年齢15歳以上ですよ。お子さんはちょっとこれダメですよ。これトゲトゲしてるもん。目とかに刺さっちゃってギャーってなるからね。これは、手ぐらい造形がキワキワにですね、なっております。ゴジラマイナスワン。いいですよ、これ。これ今までのモンスターアーツのシリーズの中でも、これ屈指の名作じゃないかなと僕思ってます。マイナスワンゴジラ。何がいいって、ちょっと紹介していきますけど。まずフォルムですよ。何これ。本当にクラスに一人はいるやつのやつですよ。
もうめちゃくちゃ造形いいんですよ。この、まずシルエットがすごい似てますよね。いいなと思うポイントがまだあって、色です。色。このね、今回のゴジラは、全体黒ベースなんですけど、ちょっと茶色っぽい差し色というか、茶色が入ってるんですよ。でこの茶色っていうのは、映画の描写から考えるに、ゴジラの皮膚が再生する過程で、皮膚というか、こう、ね、体がバーンって吹き飛んだりするわけですよ。今回のゴジラ、自分で、熱線ブワーって吐いて、その熱線でズタズタズタってなるんですけど、今回のゴジラ。それで復活すると、復活したところがどうやら色変わっちゃうみたいなんですよね。それがこう、色変わってる部分があって、一番印象的なのはやっぱりここ。これ映画見た人ならニヤッとするんじゃないでしょうか。で口がね、開くとね、ほっぺたが連動して動くんですよ。いいね。すごくいいですよ。こんな細かいパーツ、よくできてる。で、体のね、関節隠しがうまい。今までで一番うまいんじゃないかってぐらい関節がいい具合に隠れておりまして、そして、思ったより動く。動く、動く、動く。動きますよ、これ。ほら、ジェームス・ブラウンぐらい動くんじゃないかな。例えがわからん。はい。で、その動きで言うとね、これ僕の今回一番嬉しいポイントと言っても過言じゃない。足の爪が動く。これいいね。最近のおもちゃってなんか足の可動に力入れてるの多いなって思ってたんですけど、こう、設置性が高くなるように、しっかりとね、おもちゃってどうしても人間と違って重心のコントロールが自分自身ではできないから、こっちでね、コントロールしてあげなきゃいけないんですけど、足のね、設置性高くするだけで全然ポーズの決まり方が違うんですよ。これ爪が動くから、設置性めちゃくちゃ高くてですね、どんなポーズでも決まるという感じですね。そして最初にも言いましたけど、やっぱりひねりなわけですよ。マイナスワンゴジラの魅力は僕はひねりだと思っていて、ひねれます。ここまでひねれますね。いいですね。ほら、ひねっちゃうよ。ただ、これあんまりひねりすぎると、全然ひねれるんだけど、あんまりひねりすぎるとですね、背びれがあまりにトゲトゲしすぎて、お互いに干渉してるので、ポキッといっちゃうんじゃないかなっていう心配はある。それをちょっと留意しながらですね、ぜひひねっていただきたい。いいですね。いいひねりですね。これはいいぞ。という感じの、マイナスワンゴジラ。これ、案の定、一瞬でですね、購入できなくなりました。これ一般販売だったんですけど、最近のモンスターアーツ人気あるキャラクターって一般販売は、もう、予約販売開始しましたっていう瞬間にもうなくなりますよ。販売16時から開始ですってなってる。16時ぐらいに、そのね、購入ページ開いてて、よし、更新だって言って、更新ピッと押した瞬間にもうないみたいな、当たり前なんですけど、僕は、それ失敗しまして、買えなかったんですよ。手遅れてね。で、ぐぬぬってなってたんですけど、一般販売なので、店頭でね、買うことができて、もう助かった。命からがらって感じですよ。でも、おそらく、今回手に入らなかった皆さんもご安心ください。今ね、1.5倍ぐらいの値段で売られてたりするんですけど、それ、買うのは自由ですけど、そんなお金出して買わなくても、多分、大丈夫。バンダイならね、プレミアムバンダイで、あと2ヶ月ぐらい経ったらですね、2、3ヶ月ぐらい経ったら、銀座何バージョンとか出すんじゃないかな。放射熱線を出すバージョンのこの背びれがガクンって出てて、青く光ってるバージョンのゴジラとか絶対出してくれるし、最終決戦バージョンって言って、最終決戦バージョンもうなんか雪風付属みたいな超豪華版を多分バンダイなら出してくれると思うので、今回買えなかった人はそれ全然待てば大丈夫だと思います。僕は実際ね、待とうと思ってました。買えなかったけど、きっと最終決戦バージョンとか出るからそれ待とうって思ったんですけどね。多分出ます。そもそもこの発言が正確かどうか、実証もなく、憶測で判断しては、もはやおもちゃレビューとは言えんでしょうが。なので、まだ手に取る機会はあるので、まだチャンスはありますから、買えるチャンスは。そもそもこの発言が正確か。ゴジラマイナスワン、2023ですね。ゴジラ2023のレビューでございました。皆さんもぜひお手に取ってください。まだいっぱいレビューしなきゃいけないものあるから、今日はこれで終わりです。さよなら。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。